皆さんこんにちは、とこママ情報局です。今日は鎌倉にやってまいりました。今日はと言いましたけれども、このところ結構毎週のように鎌倉を訪れているんですよね。この秋は鎌倉の紅葉スポットね、結構あちこち楽しませてもらっています。でね、今は12月の上旬ということで、そろそろ紅葉シーズンも終わりだなということで、2025年のとこママ情報局鎌倉紅葉スポットを締めくくるのは、とってもね、鎌倉では有名な、紅葉スポットであります覚園寺という寺院になります。こちらはですね、鎌倉の駅からは少し離れておりまして、結構奥まったところにありますので、駅前の小町通りですとか鶴岡八幡宮あたりのにぎわいとはもう全く違う、本当に静かで落ち着いた雰囲気を感じることができる、そういったところなんですよね。とっても今年の紅葉はね、綺麗に色づいているということですので楽しみです。それでは今から覚園寺様参拝させていただきます。先日鎌倉宮という神社を参拝し、とこママ情報局でもご紹介しましたが、覚園寺はその鎌倉宮からさらに北西奥へと進んでいきます。鎌倉宮からは歩いて10分ほどです。細い道をね、ずっと奥へと進んでいくんですけれども、周りはね、一般の住宅も建っています。そういったね、住宅の間の道を進んでまいりますと、見えてまいりました。山門でしょうか。はい、覚園寺の看板も見えましたね。はい、こちらです。はい、覚園寺。はい、階段の上に山門が立っていますね。はい、それではお邪魔してまいります。もうね、ここからすでに紅葉が綺麗ですね。このね、門のあたりもとっても綺麗で、もうこの門の向こう側に赤い世界が広がっています。綺麗。鎌倉二街道の奥深く、薬師堂ヶ谷の宿に佇む覚園寺は鎌倉屈指の紅葉の名所として知られています。もみじ、楓、イチョウが織りなす鮮やかな色彩、こんなにも鮮やかで美しい色を作り出す自然の素晴らしさに感動です。いやー、本当に綺麗ですね。赤がね、とっても鮮やかで、ただね、その一色じゃなくて、この赤、黄色、いろいろなグラデーションもね、すごく混ざり合って綺麗ですね。山門入ってすぐのこの場所が紅葉の密度が最も濃く、一番人気の撮影スポットになっています。この紅葉に沿って進んでいくと見えてくるのは愛染堂。体が赤く腕が6本ある仏様愛染明王が奉安されているお堂です。愛染堂の前に小ぶりの鐘がありました。誠の鐘と言われる鐘で、1960年に第二次世界大戦中に学徒出陣していった若者たちを記念して作られました。私も愛染堂をお参りする前につかせていただきました。鐘をつくのはいつもどのくらいの力加減が良いのか分からず、ちょっと控えめになってしまいます。いい音が響きました。美しい紅葉に囲まれる中、愛染堂を参拝させていただきました。愛染明王は幸せになるために恐れや不安を打ち消し、ひたすら前に進む力、
情熱を授けてくださる仏様です。また恋愛成就のご利益があることでも知られています。覚園寺様は撮影に関してとっても厳しいルールがありますので、勝手にお堂などの建物の近くで撮影をしないように気をつけてくださいね。はい、この後はご本堂薬師堂があるエリアへと入らせていただくんですけれども、このエリアは撮影禁止となっておりますので、カメラは回さずに写真も撮らずに参拝をさせていただこうと思います。拝観受付で拝観料をお納めしてこちらを受け取ります。このエリアは祈りを捧げる空間として護持されており、草木を含め撮影は一切禁止です。こちらに示されている番号通りに進んでいきます。参拝エリアにはいくつかの建物があります。地蔵菩薩が祀られている地蔵堂、櫓や古い時代の家屋旧内海家、そしてこの辺りの紅葉は言葉にならないほどの美しさでした。最後はご本堂の薬師堂、覚園寺の中心となるお堂です。先ほどの拝観順路の地図の裏側にはそれぞれのお堂や建物の写真と解説が書かれていました。1218年北条義時公の薬師如来信仰により建てられた大倉薬師堂が覚園寺の始まりなのです。当時のお堂は焼失し、何度も修繕が重ねられ、中世鎌倉時代の趣を残すかやぶき屋根の佇まいは歴史を感じさせます。お堂には正面に日光菩薩、月光菩薩を行事とした薬師如来像が祀られています。さらにその外には十二神将像が祀られています。十二神将とは私たちの干支の象徴で、頭部にその神将が守護する十二支の動物が表現されています。武神なのでそれぞれとても勇ましい姿で迫力があります。こちらは博物館に展示されている別の十二神将ですが、覚園寺のものもまさにこんな感じでした。その十二神将の中でも犬神将はこの覚園寺では大変重要な存在なのです。吾妻鏡によると、夢に薬師十二神将のうちの犬神が現れ、来年の実朝公の鶴岡八幡宮拝賀にはお供をしないようにとのお告げがありました。そのお告げを受けて義時公は薬師如来を祀るお堂を建立。覚園寺はその大倉薬師堂を前身とする寺院なのです。さて翌年の拝賀の時、鶴岡八幡宮の楼門あたりで義時公は白い犬を見かけ、急に気分が悪くなり、実朝公のお供を辞退し屋敷に戻ります。そしてこの拝賀の際に実朝公は暗殺され、義時公と間違えられた源仲章公も殺されてしまいます。その数日後、薬師堂を訪れた義時公は実朝公が暗殺された日に薬師堂の犬神将の像が消えていたということを知ります。義時公は犬神将のお告げにより難を逃れたとして、より一層薬師堂を熱く敬うようになりました。このエピソードを表している映像が実は大河ドラマ「鎌倉殿の13人」のオープニングの中にあるんです。鶴岡八幡宮の鳥居の前に立つ義時公、そしてここに小さく白い犬が映っていますよね。これはまさにこの吾妻鏡のエピソードを表現しているわけなんですよね。この演出にはちょっと感動してしまいます。覚園寺薬師堂は鎌倉殿の13人の聖地とも言えるんです。また薬師堂では解説してくださるお寺の方がいらして、いろいろお話を聞かせてくださいます。そのお話によると、犬神将の像だけが他の十二神将とは違った様相で、その像の特徴から運慶の作なのではないかとも言われています。薬師如来像、日光菩薩、月光菩薩、そして十二神将は国の重要文化財に指定されています。紅葉シーズンにかかわらず機会がありましたら、ご本堂の十二神将とその中の犬神将の像をぜひ拝んでみてください。
御朱印は参拝エリアに入場する前に御朱印帳をお預けしておりました。参拝が終わり受付に戻ると、お願いしていた御朱印をお書き入れしてくださっていました。ご本尊の薬師如来と犬神将の御朱印、見開きで素晴らしいですよね。参拝が終わる頃、雨が降ってきました。覚園寺の庭園もしっとりとした空気に包まれ、少し幻想的な雰囲気、それもまた良かったです。はい、鎌倉覚園寺いかがでしたでしょうか。いつもの時期よりはこの紅葉シーズンは参拝される方も多いようなんですが、それでも境内とっても静かで落ち着いた雰囲気、いやもう本当心穏やかに参拝をさせていただくことができました。そしてね、撮影禁止エリア、薬師堂のあるご本堂のあたりですね、こちらはもうイチョウの黄金色の絨毯が広がって、赤く色づいたもみじも本当に見事でした。いやもう入らせていただけてよかったです。そしてね、ご本堂に祀られているご本尊薬師如来像で、それを取り囲む十二神将と言われている、神様の像の様子ですね。あとその中の犬神将、これだけはちょっとね、特別な鎌倉時代のものじゃないかと言われているものになっておりますので、その犬神将様をね、本当に間近で、拝ませていただくことができたっていうのも本当に良かったです。いやもうね、今年の紅葉シーズンを締めくくるのにふさわしい、本当に覚園寺さんでのもう素敵な参拝となりました。ありがとうございました。覚園寺を後にし鎌倉駅へと戻る途中、絵柄天神社の近くの住宅街に何やらとても可愛い外観の建物が、壺焼き芋ののぼりが立っていますよ。どうやらカフェのようですね。あまりにも可愛くて素敵だったので、吸い寄せられるようにお邪魔してみました。二階堂ハブカフェ、エントランスはもうクリスマス一色。テラス席もあってペットも大歓迎のカフェなんです。店内もナチュラルでとても可愛い。温かみがあってなんだかほっとする空間です。パン系やキーマカレー、お食事、デザート類のメニューが豊富。これは迷いますね。この壺焼き芋がやっぱり気になります。専用の焼き芋壺でじっくり焼き上げられたお店の看板メニューです。壺焼き芋とコーヒーの種類と解説が書かれた案内もテーブルに置かれてて、待っている間にお芋への期待感が高まります。お願いしたのは壺焼き芋2種のドリンクセット。かわいいココットの器にたっぷりお野菜と種類の違うさつまいも。あれ、壺焼き芋は2種のセットですが3種類のさつまいもがありますね。その日によって内容は変わるようですよ。3種類の食べ比べができてラッキー。こちらはハロウィンスイート。オレンジ色が際立ってますね。そして出会えたらラッキーと言われている栗かぐやと北海道産の紅はるか。色とりどりの野菜がたっぷりと盛り付けられていて、見た目もとっても綺麗です。それではいただきます。まずはハロウィンスイートから。ねっとりとしていてもうペースト状になっています。ものすごく滑らかで甘さが強い。あまりの甘さにびっくりしています。名前の通りハロウィンの時期に収穫されるお芋で、
ベータカロテンがたっぷり。じっくりつぼ焼きで甘さもさらにアップしています。そしてこれらのお野菜は鎌倉野菜にこだわっています。店内にはこのようにその日の野菜が紹介されていて、日によっていただける野菜の種類が違います。その時期に一番おいしい野菜を取れたてで新鮮なうちにいただけるのは本当に嬉しいですよね。かぶもシャッキシャキでみずみずしい。甘みもあって野菜本来の自然な美味しさが感じられます。いや本当に美味しい。とここでちょっと私がそわそわしています。なんだか下の方が気になっているようですね。実はこちらのお店には看板犬がいるんです。ちょこちょこっとお店の中に出てきてくれました。トイプードルのはるちゃん。こちらのお店にははるちゃんとブーちゃんという2匹の看板犬たちがいるんです。とってもおとなしくていい子ちゃんなんです。この日ははるちゃんが出てきてくれました。ブーちゃんはお休みかな。見てください、このつぶらな瞳。もう本当に可愛かったです。ちなみにはるちゃんとブーちゃんも焼き芋が大好きなんですって。それが看板メニューを生み出すきっかけになったそう。いつも美味しい焼き芋が食べられて幸せですね。このようにお店にもワンちゃんがいるくらいですから、ペットフレンドリーなお店なんです。そしてこの日はもう1種類特別に出してくださいました。珍しい甘はずきというお芋です。ねっとりとした食感にスイーツのような甘み。こんな美味しいお芋、お家ではなかなか食べられません。つぼ焼き芋すごいですね。美味しい焼き芋が食べたくなったら鎌倉二階堂のハブカフェ、本当におすすめです。優しくて温かみのある女性のオーナー、歓迎してくださってありがとうございました。すべてに癒される素敵なお店でした。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。